鼻ほじりを1日9回しちゃうという思わずクスッと笑ってしまう飾らない発言が満載の藤井風さんの英語インタビュー総集編です。英語だと素のままリラックスしていて自然体と評判の藤井風さん。この動画では藤井風さんが英語で行ったインタビュー4本分をナチュラルな日本語に翻訳して一挙にお届けします。家事や通勤、寝る前のながら聞きでもスッと入る聞き流しにも最適です。今回のインタビューは以下の4つのメディアです。1、NME、イギリスの老舗音楽雑誌、1952年から続く世界的に大きな影響力を持つ音楽メディア、特にロック、パンク、インディーといった UK の音楽シーンの発展に大きく貢献してきたイギリスの有名な音楽雑誌とのロングインタビューです。ロンドン公演を終えた直後、藤井風さんがロンドンが大好きと語り、エイミー・ワインハウスのカバーに込めた思い、プレマ制作への迷いと再起、そして英語で曲を書く時の感覚がどう変わるのか、その全てが丁寧に引き出されています。2、ワンダーランド、イギリスのカルチャー誌、ファッション、アート、ポップカルチャーを網羅するロンドンを中心とした先鋭的なカルチャー誌です。このインタビューでは、プレマに込められた思考の愛とワンネスのメッセージ、そして一曲一曲がどのようなプロセスで生まれたのかが語られます。カスケットガールが象徴する依存と執着、I need you backで描かれる熱の喪失と再起、そしてハチ公が日本の映画とどう結びついたのか、スピリチュアルな視点から見たプレマの全体像が浮かび上がる深いインタビューです。3、ミックスドフィーリングス、アメリカのカルチャーサイト、ニューヨーク発信の音楽、ファッション、ライフスタイルをカバーするカルチャーメディアです。ここでは Q&A 形式で藤井風さんの素顔がぐんぐん引き出されます。普段どんな音楽を聴くの？自分を分かってもらえた曲は？世の中で過小評価されていることは？といった問いにユーモアと誠実さを交えて答える藤井風さんが見られます。鼻ほじりを1日9回しちゃうという思わずクスッと笑ってしまうエピソード。オレンジジュースならドラッグなしでハイになれるといった飾らない発言の奥に祈りとスピリチュアリティへの思いが滲みます。4、ロラパルーザ、バックステージインタビュー。世界最大級の音楽フェス、シカゴで開催される世界中のアーティストが集う世界最大級の音楽フェス、ロラパルーザ。2025年8月、藤井風さんがメインステージでハチ公を歌い切った直後、まだ汗が引かないバックステージで行われたのがこのインタビューです。地元シカゴのキス FM の人気ラジオ番組ザ・ルレットショー、そしてアメリカ音楽カルチャー誌ペーパーでの取材でライブの興奮そのままのリアルな藤井風さんが映し出されます。シカゴ名物ディープディッシュ、ピザの話で見せる笑顔、一番湧く曲はハチ公と語る自信と手応え、そしてハッシュブラウンとマッシュドポテトがごっちゃになってしまう英語と日本語の単語違いのエピソードなど、ステージの熱気そのままが伝わってきます。この4つのメディア、4つのインタビューを通じて見えてくるのは、一人のミュージシャンとしての深い思考、スピリチュアルな信念、そして素のままに語る藤井風さんの真の姿です。プレマという作品への思い、新しい挑戦への不安と喜び、そして思考の愛への祈り、すべてがこの4本のインタビューに詰まっています。4つの異なる角度から同じ藤井風を見つめるとき、新しい物語が立ち上がります。それでは4本一挙に本編へ参りましょう。NME インタビュー。できればもう1枚英語のアルバムを作りたいです。プリマが9曲だけなのは少し寂しくて。NME インカンバセーションへようこそ。藤井風さんにお越しいただきました。
はいカズ。こんにちは、こんにちは。ロンドンへようこそ。ここ数日で2公演されましたが、いかがでしたか？人も大好き、街も大好き、会場も大好きです。クラシックで、ヴィンテージな雰囲気があって、とても大好きです。まだステージ上で、どう振る舞うのが一番いいか、探っているところですが、最善を尽くしましたし、お客さんが本当に、温かかったです。昨夜はとても余裕があって、そんな風には見えなかったけど、ノー。落ち着いて見えるようにはしていますが、内心は少しパニックになってる時もあるんですよ。セットリストの中で、エイミー・ワインハウスの Love is a Losing Game をカバーしていました。理由と、この曲への思いを教えてください。とてもロンドンらしい曲だと感じています。彼女の作品が本当に好きで、アルバムは2枚しか残していないけれど、どれも格別です。ロンドンで歌えたのが嬉しかったですし、この会場には彼女のライブ録音のアルバムもある。すごいことだと思います。そのことは歌っている最中、意識していましたか？いえ、むしろ緊張でいっぱいでした。そんなことをやっている自分、よく勇気があったなと思います。でも、見事に歌い切っていましたよ。ありがとうございます。頑張りました。昔、20代後半までは日本に集中し、その後に海外へ行くと友人に話していたそうですね。おーわお。そう、なんで知ってるの？ちょっと調べたの。でも、死ぬのがいいわの成功で、2022年から海外での動きが少し早まりました。想定外のバイラルは、あなたにどんな体験をもたらしましたか？全く予想外でした。それまで TikTok やショート動画はあまり気にしていなかったのですが、音楽にとって、そしてビジネスにとって、あのプラットフォームがどれほど大きいかを実感しました。思いがけない出来事で、祝福のように感じました。多くのプラスがあった一方で、次に何をするか、アーティストを続けるべきか、という迷いも生んだそうですね。すでにフルアルバムを2作出していて、特に日本語では、当時言いたかったことを言えた感覚がありました。だから次の一歩、次の章が見えなくなってしまった過去の自分の仕事に満足していたのも事実です。満足すること自体は大切ですが、キャリアや新しい挑戦の面では時に難しさをもたらすことがあると感じました。そこから続けようと思えたきっかけは、最終的にプリマへ向かった原動力は、ありがたいことにスポーツバスケットボールチームのための新曲制作の機会をいただきました。人生からまだやることがあるよと言われたような感覚で、そのオファーが大きな支えになりました。そういった機会がなければどうしていたかわからないです。プリマの I Need You Back では無関心や情熱の消失を歌っています。迷っていた時期とつながっていますか？はい、とても正直に書いた曲です。情熱やエネルギーをすべて失ってしまったように感じて、どうすれば取り戻せるのかを探していました。歌詞はその心境をそのまま反映しています。怖くはありませんでした。むしろ満足や幸福が時に情熱を奪うこともあると考えさせられました。英語アルバムはあなたにとってやり残していたこと、いわば生きているうちに果たしたいことでもあったとか、なぜ英語で作ることに惹かれたのですか？英語の歌を聴いて育ってきました。英語で曲を書き、英語だけのアルバムを作る、それ自体が夢でした。混乱の中で一度は忘れかけていましたが、周りの人や環境がまだやるべきことがあると気づかせてくれました。日本語と英語では書く感覚がどう違いますか？英語で考えると思考がよりシンプルでクリアになります。自分も曲もなるべくシンプルでいたい。英語で書くと視界が澄んで見通しが良くなる感覚があります。それに誰かと一緒に作ることにも興味が湧きました。自分のメロディーに他の人ならどんな言葉を乗せるのか知りたかったんです。今作では A.G. クックやトバイアス・ジェスト・ジュニアとも制作しました。どんな体験でしたか？お二人とも穏やかで、制作は終始スムーズでした。特に今回はプロダクションに深く関わって以前よりずっと強く共に作っている実感がありました。これまでも制作の一員ではありましたが、時に妥協することもあったと思います。今回は細部まで自分で判断し、より大きな責任を負いました。アルバムジャケットも
スタジオではなく自宅で撮影したいと思ったほど、この作品は自分に近い存在でした。プリマには、80年代の風合い、ニュージャックスイング、ディスコ、シンセポップが感じられます。80年代の何に刺激を受けましたか？あの時代の情熱が好きです。常に新しいこと、革新的なことに挑んでいたと感じます。マイケル・ジャクソンやマドンナの MV にも創造性と熱量が満ちている。その感覚を今の時代にもう一度連れてきたかった。自分がアーティストとして続け、次のアルバムへ進むためにもあのエネルギーが必要だと感じました。以前はクールで最先端であるべきだと感じていた時期もあったそうですね。自分の作曲はピアノ中心で、1930年代のジャズや1960年代の日本のポップスなど古い音楽の影響も強い。だから古典的な手法と先鋭的なプロダクションを混ぜるのが面白いと思ってやってきました。ただ、そのやり方はすでに2作で試したので、今作では憧れてきた80から90年代の空気により素直に敬意を払いました。プリマ以前は他のライターやプロデューサーとゼロから曲を作ることはなかったとか、スタジオで一緒に無から有を作るのはどうでしたか？ハチ公がその例で唯一最初の一歩から誰かと一緒に作った曲です。制作はとてもスムーズに進みました。予想外のアイデアがもらえたので、今後はもっと柔軟に、オープンに、挑戦的にやっていきたい。英語の曲に少し日本語を入れるという発想は自分にはありませんでしたが、やってみたら日本でのキャリアと新しい挑戦をつなぐ橋になりました。本当にありがたい機会でした。その発想はトバイアス・ウェストジュニアから出て、あなたは後でハチ公の映画を見て歌詞を仕上げたそうですね。映画はどう役立ちましたか？天国でやっと再会する、そんなイメージに強く心を打たれました。物語のポジティブで穏やかな側面に焦点を当てたかった。やっと出会えた。ここからは一緒に何でも乗り越えていける。そんな無敵のような感覚を曲に込めました。この曲は3年間待ってくれたファンへのメッセージでもありますね。待ってくれたことをどう受け止めていますか？皆さんは本当に忍耐強いです。ここ3年はシングルを少しずつ出す形になってしまって、新しいショーへの高揚感を一緒に分かち合いたいと思いました。プリマというタイトルはサンスクリット語で愛、過去の作品タイトルともつながっているそうですね。1作目、2作目のタイトルもインド哲学に由来していて、自分の中では一本の線でつながっています。もし3作目を出せるなら、タイトルはプリマにすると以前から決めていました。男女の関係に限らない、もっと高いところにある純粋な愛、霊的な愛、その感覚を自分の内側に宿していたくて、この名前にしました。28歳になったばかりですが、アルバムが出るまでは27歳のままでいるとも話していました。27という数字にはどんな意味が？数字として好きなんです。3枚目で曲数は9にしたかった。3×9 で27、いわゆる27クラブという言葉もありますよね。エイミー・ワインハウスもその一人です。もしこの3枚目が最後の作品だとしたら、どんな曲を入れるだろうと想像しました。実際には2、3年ではなく、27年丸ごとかけて作ったような感覚があります。自分の哲学やスピリチュアリティは人生全体を通して形になってきたものだから、アルバム収録曲Forever Youngについて確か最後に書いて、最後に収録を決めた曲ですよね。なぜ絶対に必要だと思ったのですか？ツアー中に訪れたバリ島のエネルギーからメロディーが生まれました。アルバムの締めくくりは楽観的で少しノスタルジック、そして夏の匂いを出したかった。サビが降りてきた瞬間、これがラストにふさわしいと感じたんです。ところで、あなたはこれまでのキャリアでたくさんの大きな実績を積んできましたね。その一つが昨年、日産スタジアムで 2days という大きな達成がありました。2021年には無観客配信も経験しています。2つの出来事はどう違いましたか？ 2021 年の配信は部屋でカバー動画を撮っていた頃の感覚に近く、孤独は感じませんでした。昨年はついに大きな会場で友達であり、兄弟姉妹のように思っている皆さんにあんな大きな会場で会えた。夏らしく、外の空気も気持ちよくて、これまでで
特に好きな公演の一つになりました。プリマの次に目指すものは、音楽的にも達成したいことは、できればもう1枚英語のアルバムを9曲だけでは少し寂しいので、未来のことはわかりませんが、導かれるままに与えられたことをしていきたいと思います。将来が楽しみですね。本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。音楽を続ける理由も迷いを超えた先にある未来もすべて今回の言葉に詰まっていましたね。新しい藤井風の姿、次のステージでもきっと感じられるはずです。ここまではイギリスの老舗音楽メディア NME でのインタビューでした。海外での手応えや英語アルバムへの思いがじわっと伝わってきましたよね。この後のワンダーランドインタビューではそこからもう一歩深く踏み込みます。プレマを象徴するカスケットガール、I Need You Back、8項、それぞれの曲に込めたストーリーやひらめきは神様からのメッセージという藤井風さんならではのスピリチュアルな視点が語られます。なんとなく好きだった曲が一気に物語を知っている曲に変わるパートです。ぜひそのまま続けてお楽しみください。ワンダーランドインタビュー。アルバムはキャスケットガールから始まります。あなたはこの曲を悪魔や依存、毒のある執着のメタファーとも語っていました。こういうひらめきが深い場所へ連れて行ってくれると普段から信じていますか？それとも今回は直感が曲全体を一気に形にしたのでしょうか？どっちもですね。僕のひらめきは神様からのものだと信じていて、それが正しい場所に導いてくれる。直感も同じく大事で、それも神様からのメッセージかもしれないから。I Need You Back は燃え尽きそうな気持ちとアーティストとしての火を取り戻す力の綱引きを捉えています。やめたくなる瞬間と原点を思い出す瞬間がぶつかるとき、どうやって舵を切りますか？10代の自分がどんな人になりたかったかを思い出すようにしました。あの頃は英語のポップスをたくさん聞いて、世界で活動する自分を想像していたんです。日本でのいろんなことで圧倒されて、その感覚をほとんど忘れかけていたんですよね。8項では、とても日本的な象徴を、忠誠や献身という普遍的なテーマにつなげています。グローバルな作品の中に、日本的アイデンティティを織り込む責任を感じますか？それとももっと無意識に起きること？もっと肩の力を抜いて、自然に起きることです。最初から日本語を入れようと思っていたわけじゃなくて、プロデューサーのトバイアス・ジェスト・ジュニアのアイデアなんです。結果的に、この曲がそれまでの日本語曲と、その先の英語曲をつなぐ橋になったと思います。Love Like This は、神聖な愛を、80年代ニューウェーブのレンズで通した曲だと表現しています。プリマのように、スピリチュアルでタイムレスなテーマを抱えるのに、その時代のサウンドが器としてしっくりきたのはなぜでしょう？愛を表現するための器は好きなものなら何でもいいと思うんです。今回はこれまでやる機会がなかった80年代のサウンドでやってみたかった。ただそれだけですね。タイトル曲プリマは神と愛、そしてワンネスをまっすぐに歌っています。これは自分自身へのメッセージとして書いたのか、それとも今の世界が聞くべきものとして描いたのでしょうか。まずは自分を励ますために書きました。でも僕はあなたと僕を別のものとして見ていない。そういう意味で、この曲は究極のワンネスを表現しています。一等永遠とオーバーには、あなたの信仰に根ざしたしなやかな強さと同時にシンプルさもあります。信仰から来る確信と音楽を人間的で開かれたものに保つこと、そのバランスはどうとっていますか？なるべく自分を客観的に見るようにしています。人としてすごく身近でありたい。みんなの友達みたいに、そしてメロディックに、時々ジャジーに、スピリチュアルな自分もちゃんと引き上げていく。Youでは、ものすごく大きな宇宙観を優しく励ます歌にまで落とし込んでいます。音楽はあなたにとって教える手段ですか？それともメロディーで自分に言い聞かせ、そのプロセスを聞き手が立ち聞きする感覚に近い？まさに後者です。メロディーで自分に思い出させていて、リスナーはそのプロセスを耳にする。僕の曲はどれも自分へのリマインダーみたいなものなんです。OK。グッバイはアルバム前半のスピリチュアルな高まりの後に、
地に足をつける瞬間に聞こえます。あなたにとって、アルバムが、ただの曲集ではなく、旅として、上下のうねりを持つことは、どれくらい大切ですか？この曲たちは、僕のドキュメンタリーのように感じています。精神は高く保っていたいけど、僕も人間で、人生にはアップダウンがある。その弱さも、今はちゃんと分かち合うことが、大事だと思っています。Forever Young は、ガンディの生きて学ぶ、という言葉に触発されたそうですね。今作を作る中で、より成長したのはミュージシャンとして、それとも人間として、両方。ベイビー、両方です。アーティストである限り、音楽家としても人としても成長し続けたい。でも最終的に、一番大事なのは、人間性だと思っています。プリマを聞き終えたリスナーが、たった一つだけ感情を持ち帰るとしたら、何であってほしいですか？それがプリマであってほしいと思っています。それは、どんなに小さなものであっても、自分を超えた、スピリチュアルな、思考の愛、簡単に言えば、優しさなのかもしれませんね。ここまでは、イギリスのカルチャー誌、ワンダーランドのインタビューでした。プレマの楽曲一つ一つに宿った、思考の愛のかけらが、見えてきました。続いては、アメリカのカルチャーサイト、ミックスドフィーリングス。ここから空気が、少し変わります。アーティスト、藤井風ではなく、一人の青年、藤井風としての、お茶目で、人間臭い一面が、次々と飛び出します。鼻ほじりを、1日9回しちゃう。オレンジジュースはドラッグいらずでハイになれる。滑り台の下でクローバーを食べていた子供時代、思わずクスッと笑ってしまう。エピソードの奥に、祈りやスピリチュアリティ、家族への思いが、さりげなくにじみます。ミュージシャン藤井風だけでなく、人としての藤井風を好きになるインタビューです。どうぞそのまま、続きも聞いてみてください。ミックスドフィーリングスインタビュー。レベル1。会話で触れてもらえると、嬉しい話題は、期待はしません。でも無言のハグなら、するかも。静けさって好きなんです。あなたにも静けさを味わってほしい。ただ、話題で言えば、音楽の話が大好き。まず、普段どんな音楽を聴くの？って聞きます。僕は今、サブリナ・カーペンター、去年のショート N スイート、特にグッド・グレイシズが好き。名曲、アルバムもずっと R&B のムードで最高です。人からよく言われる。あなたの長所は？ハイになるのに、ドラッグも草もいらない。お酒も飲まない。味が苦くて、好きになれないんだ。代わりに、オレンジジュースか、アップルジュース、ずっとハイで、いられる。自覚していて、やめられたらいいのにと思う。悪い癖は、1日9回は、鼻をほじりたくなる。練馬地角の小さな店が、あなたの名前でメニューを作るなら？具体的に、ピースフルビーガンプロテインクッキー、バニラ味で、自分を分かってもらえたと感じる曲を一つ。3枚目の表題曲、プリマ、霊的に、どやってる感じ、わかるかな？ヒップホップの匂いもあって、すごくポジティブで、力強いメッセージがある。世の中で、過小評価されていると思うものは、スピリチュアルであること。日本では、あまり、スピリチュアルな人を見かけない。でも、僕の人生では、とても大事。朝起きたら瞑想して、自分を励ます言葉をかける。そうすると地に足がつく。祈りやスピリチュアリティがなければ、今日こうして、このインタビューをしていることもできなかったと思う。考えると怖いくらい。レベル2、自分を落ち着かせたい時に見る映画やドラマは、そういう一本はまだ見つけられてない。その代わり、ジャズと R&B をたくさん聴く。ジュリー・ロンドンやチェット・ベイカー、すごく癒されるジャズ、R&B は90年代なら何でも、トニ・ブラクストン、アリーやボーイズ・ツーメン、マライア・キャリー、いつでも聴いている。問題もあるけど大好きなアーティストや俳優は、存命個人どちらでも、アミー・ワインハウスかな。生涯は本当に悲劇的だけど、彼女の音楽が大好き。最初にどっぷりハマった。ファンダムは、グエン・ステファニーに恋してた。あの不思議な空気感、変わった音楽、そしてスワッグ、ソロ1作目の後、2作目のスイート・エスケープ。姉が CD を持っていて、
これは一体どんな音楽？ってぶっ飛んだ。お気に入りはクール。史上最高の MV の一つだと思う。最近徹底調査してから買ったものは多分白米10キロ。日本はお米が高くなっているから両親に送った。住んでみたい架空の世界とその理由。千と千尋の神隠し。子供の頃はすごく怖かったけどどうしようもなく惹かれる不思議な魅力がある。家にあっていつも説明が必要になる変なものは僕の鼻ほじりかな。レベル3。子供の頃の自分を説明するときに話すエピソードは滑り台の下に生えているクローバーを食べてた。理由はわからない。ちょっと酸っぱくて好きだった。菜食主義者だったわけじゃないけどかなり自由奔放な子供だったね。ささやかな地獄と本物の天国を教えて。地獄は SNS で時間を無駄にすること。最悪の気分。天国は僕はいい子。両親が幸せそうにしているのを見るのが天国。一番ぶっ飛んだ対処法は多分おなら。ストレスもネガティブさもまとめて解放する。理由はないけど大嫌いなものを一つ。パクチーコリアンダー。嫌いというより味が理解できないんだ。パーティーからどうやって抜け出す？電話がかかってきたふり。すみません。完全に忘れてました。どうやって最後を迎えたい？真面目でもふざけても OK。瞑想している。心のままで生きたい。でも葬式ではファンキーなのを流してね。クール&ザ・ギャングのセレブレーション。アース・ウィンド・アンド・ファイアのブギー・ワンダーランド。そしてもちろん藤井風。おすすめは祭り。ここまではアメリカミックスドフィーリングスでのユニークな Q&A インタビューでした。飾らない言葉やユーモアの奥に音楽とスピリチュアルをまっすぐに結ぶ藤井風さんの軸が見えてきました。そしてここからいよいよクライマックスです。舞台は世界最大級の音楽フェスロラパルーザ。シカゴのステージで8校を歌い切った直後、汗が引かないまま飛び込んだバックステージインタビュー。シカゴ名物ディープディッシュピザの話で見せる笑顔。一番湧く曲は8校と語る自信と手応え。そして英語と日本語がごっちゃになってしまうあのハッシュブラウン事件まで、ライブの熱気そのままの空気が伝わってきます。ここからはステージの興奮と素顔が一番近づくまさにご褒美パートです。ぜひ最後まで一緒に駆け抜けてください。ロラパルーザバックステージインタビュー。藤井風さんは2025年8月2日にアメリカのシカゴで開催された大型音楽フェスロラパルーザに出演。このパフォーマンスはアメリカローリングストーン誌にも高く評価され、着用したサードアイサングラスも話題となりました。ライブの最後の曲8校をハンドマイクでダンスしながら歌唱し、ライブの最後を飾りました。その直後バックステージで行われたインタビューがこちらです。翻訳してお届けします。藤井風×ザ・フレッドショー。シカゴのキス FM103.5 で放送されている朝の人気ラジオ番組。メインパーソナリティはフレッドさん。2025年8月3日ロラパルーザバックステージインタビュー。ロラパルーザのバックステージです。フレッドショーのジェイソン・ブラウンです。藤井風さん、元気？グッド。元気です。すごいね。パフォーマンス終わってすぐにゴルフカートに飛び乗ってここまで駆けつけてくれてます。ありがとう。汗だくです。だろうね。パフォーマンスどうだった？手応えは最高のエネルギーでした。観客の皆さんがすごかった。みんなそう言うんだよ。シカゴの観客はロラパルーザを特別なものにしてくれるんだ。すごいエネルギーだよね。本当にクレイジーでした。みんな燃えてましたね。それは素晴らしい。やあ、シカゴはどう？気に入ってる？すみません。もう一度。シカゴの街は好き。シカゴ。もちろん。最高です。ピザが大好きなんです。ピザ。あのシカゴ名物の分厚いディープディッシュは食べた。どうだった？はい、食べました。分厚いの美味しかったです。気に入った。一切れ食べたらもっともっと欲しくなりました。じゃあ質問コーナー行こうか。OK。ブーブー質問箱の登場です。この中から一つ選んでください。わかりました。中から1枚引いてみて。僕が読んであげるから、そこの方からどうぞ。シャッフルしますね。よし。
何が出るかな？何でも正直に答えますよ。何を引いたかな？これ、小腹が空いた時、ガソリンスタンドやコンビニで何を買う？お気に入りのスナックは、そうですね。ちょっと何か食べたい時とか、ハッシュドポテトかな？何それ？ハッシュポテトって知りませんか？ポテトチップスのこと、マッシュポテト、みたいな感じです。ああ、マッシュドポテト、そうです。ガソリンスタンドでマッシュドポテト売ってたっけ？笑い。スタッフ、ハッシュブラウンのことでしょ。ハッシュブラウン。ああ、ハッシュブラウン。ハッシュブラウンっているんですね。なるほど。マッシュポテトも美味しいよね。僕、ポテトはどんな形でも大好きなんだ。マッシュポテトも最高だよ。似てますもんね。グレービーソースかけたら完璧だね。次の質問引いてみて。OK。どれどれ、今まででもらった一番変なプレゼントは？変なもの、特にないですけど、ブラジャーですかね？誰かがブラジャーをくれたの？なんで？ステージに投げられました。ああ、ブラが投げられたのね。わかるよ。僕もブラ持ってたら投げてたと思う。パフォーマンスが良かった時に投げる習慣があるから、わはははは。僕もブラ必要かも。次の質問。幽霊って信じる？もちろん信じます。そうなの？怖かったです。本当に子供の頃、幽霊がすごく怖くて、子供の頃はそうだよね。本当に怖くて、絶対に見たくないと思ってました。実際に感じたり、見たりしたことはある。いえ、幸い見たことはないです。最後の質問にしよう。いい？一番面白い質問を選んでくださいね。お待たせしました。お願いします。いつものコーヒーは何飲む？コーヒーは飲みません。朝はお茶。朝は目覚めに何を飲むの？ジュース。どんなジュース？フレッシュなアップルジュースとか、グレープジュース、クランベリージュース、何でも。ジュースなら何でも大丈夫です。ジュースなら何でも。なるほど。朝からテキーラやウォッカとか混ぜない。そしたら一日中元気でいられそうだけど、それはないです。ないのね。音楽の話をしよう。9月にアルバムが出るって聞いたけど、そうです。どんな感じ？詳しく教えて。何でも話して。傑作です。傑作って自分で言っちゃいます。マジで。ベートーベン級のすごいやつ。その通りです。すごいじゃん。9曲入りのしっかりしたアルバムです。いいね。短くて濃い感じ。最高。ショート&スイート。サブリナ・カーペンターみたいな感じ。そう。明日はサブリナが出るよ。リリース日は9月のいつ？ 9 月5日です。9月5日ね。その後ライブは年内の予定はどう？まだわからないですけど、多分あると思います。またシカゴに戻ってきて、また会いたいから、ぜひ。最高だよ。藤井風。シカゴピザもありますしね。もっとピザ食べてね。お忙しい中、ありがとうございました。ロラパルーザからお届けしました。補足、ハッシュブラウンは、じゃがいもを細かく刻んで揚げたもので、コンビニでよく見かけます。日本では、ハッシュドポテトと呼ばれることが多いので、会話がすれ違ったようでした。続いてのロラパルーザインタビューは、アメリカの音楽カルチャー誌、ペーパーのインタビューです。このように語ってくれました。今日、ロラパルーザで演奏してみてどうでしたか？皆さんのエネルギーが最高でした。感じました。皆さんはとても親切で、温かく迎え入れられていると感じました。光栄です。今、ファンがライブで一番楽しんでいる曲は何ですか？おそらく、ハチ公ですね。この曲を演奏した時、皆さんのエネルギーが溢れ出ていました。あの感覚が気に入りました。音楽フェスティバルでのファッションスタイリングの秘訣は何ですか？フェスティバルとか関係なく、好きなものを着ればいいと思います。着心地が良い服であれば何でも。私はいつもこれを着ていてとても着心地がいいんですよ。着心地がいいことが一番大切。着心地が良くてスタイリッシュでクールに感じながら幸せでいられることが一番大切です。終わりに。ここまでお送りしてきたのは藤井風さんの英語インタビュー4本一挙まとめ版でした。イギリスの NME とワンダーランド、アメリカのミックスドフィーリングス、そしてシカゴロラパルーザでのバックステージまで、英語で語る藤井風さんは終始自然体でした。プレマに込めた思考の愛のメッセージ、ライブで一番湧く曲はハチ公という手応え、そして鼻ほじりを1日9回しちゃうという飾らない素顔まで、あなたの心にも小さな明かりが灯り、あなたのプレマになりますように。次回も引き続き、ほっこりする穏やかな動画をお届けします。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップ、ひだまりメンバー、さんさん応援団も、よかったら覗いてみてください。
様々な特典もご用意しています。詳しくはチャンネルトップのメンバーになるからご覧いただけます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。